さんようこそ。アップルイベントロンドンやってきました。見て、すごい。伝わるこのすごさ。超かっこいい。来てしまいましたロンドン、アップルイベントですね。今日ここロンドンはバターシーというですね発電所ですね。私1年前にですねここ1回来たんですけれども、また再来して、今日はイベント会場、とんでもない広い会場で新しい iPad が出るかもしれないということで、もう非常にワクワクしております。今からですねイベント楽しみたいと思います。Today. A special thanks to all of you who have traveled from across Europe, as well as China, Japan, Korea, Australia, Southeast Asia. There's over 30 countries. iPad イベントが終わりました。はい、で今からですねハンズオン、もう人がいっぱいいますね。ハンズオンエリア、こうタッチ&トライみたいな感じでこう触ってみれる。这个钮它是上面和下面是有一个改变的，然后这个钮会把この薄さやば。ちょっと見える？軽いすごい。104グラム。はい、ということで、こちらブースにやってまいりました。iPad をですねレビューできるブースがあるんですけど、こちらやってまいりまして、ちょっと iPad Air の紹介からしたいと思います。はい、こちら iPad Air の13インチでっかい画面になりましたね。可愛くないですか？めっちゃ軽い、素敵可愛い。で今回の発表で iPad Air と iPad Pro、 あと Apple Pencil とマジックキーボードも全部変わったんですけど、 iPad Air はですね13インチモデル、大きい画面のものが出たということで、今までねプロしか大きい画面がなかったんですけれども iPad Air にも出てきたということで、これ何がいいかというとですね、安いんですよ。なので高くて買えない、でも大きい画面でフリーボードとかさ、無限キャンバスで大きい画面で作業したいとか、大きい画面で絵描きたいとか、あとは動画編集する人だったら大きい画面の方が絶対にいいんですけれども、そういう人が安い価格で iPad をゲットして、大きい画面で楽しんでねっていうことで、多分この iPad Air の13インチモデルが出たんですけれども、もうほとんど iPad Pro 全然変わりない感じで、カラーが4色展開ですね。可愛いパープルカラー。あとは容量がですね 1TB までいけるようになりました。前はそこまでなかったんですけど、容量がかなり増えたので、大きいね動画編集のタスクとかもこれでできると。なので予算を抑えたい人とか、あとは学生さんとかはねiPad Air が一番いいと思います。じゃあ次ですね、iPad Pro、 向こうの部屋なんかめっちゃかっこいい感じになってるので、そっち行きたいと思います。はい、ということでこちら iPad Pro でございます。来ました。もうこれがね私の中で本当にもうやばい大きく変わったのは、3つかな。 M4 OLED ディスプレイ有機 EL ですね。あとめちゃくちゃ軽くなったっていうところなんですけど、まず M4 ですね。 M4 になったことによってもう M2 の2倍の速度でいろんなことができるみたいなんですけれども、Apple が言ってたのが AI で、いろんなクリエイティブを作る時にこの M4 が活躍するって言ってたんですけど、例えば動画のね背景を切り抜くっていうのをファイナルカットプロでやってたんだけど、背景切り抜く時に AI が使われる
るんですよ。でその AI で背景切り抜く時にすっごい処理スピードがいるから、それを M4 を使ったらもう一瞬で切り抜けるみたいな感じなことを言ってたので、動画を編集する人はもうめちゃくちゃおすすめ。あと、3D モデリングですね。めちゃくちゃ 3D のデモが多かったんですけど、レンダリングがめっちゃ時間かかると。でその時に M4 だったらすごく速くなるっていうことを言ってましたね。でもう一つディスプレイ、私的にはこれが一番嬉しかったんですけど、OLED ディスプレイって言って、有機 EL、 日本語だと多分有機 EL なんですけれども、有機 EL はより明るくてはっきりコントラスト、色もパキッと出るのが有機 EL で、明るいところは明るく、でも暗いところはもっともっとダークに、だからすっごいパキッとするの。それによってすごく綺麗に映るっていうのが、有機 EL の特徴なんですけど、それがやっぱり私的には写真作ったりとかさ、動画作ったりとか、あとイラストとかもやるから、その色っていうところはもうめっちゃこだわりがあるので、それはすごいいいなと思いました。でその有機 EL のディスプレイね、もう一つあって、これ今2つね同じ13インチの iPad Pro なんですけど、こっち側が普通の有機 EL の OLED ディスプレイで、こっちがナノテクスチャーっていうちょっと違うバージョンなんですけれども、 iPad Pro の 1TB 以上を買う人は OLED ディスプレイかナノテクスチャーディスプレイかっていうのを選べるんです。でナノテクスチャーディスプレイっていうのは反射がしにくいんですよ。これわかるかな。ちょっとね、こっちの方が、反射、ライトの反射が少ないから、いろんなこう光のねある中で作業をしようと思った時にやっぱ反射って結構きついんですよ。もうこれを使ったら反射いらず好きな角度で自由に作業ができるって感じです。で見た目もねちょっとなんていうのかな、アンチグレアみたいな、ちょっとこう薄い感じはする。でも触った感じはどっちも一緒、こんな感じで、この M4 と、OLED ディスプレイっていうのは、iPad が多分初ですね。Mac とかにもまだ M4 ってないじゃないですか。だからこれが初 M4 初 OLED ディスプレイということで、 iPad が一番最初にこの2つを取ってきて、もうめちゃくちゃすごいなと思いました。で最後ね、これがちょっともうびっくりな、もうねめちゃくちゃ軽いんですよ。わかります？この薄さ。前のやつの半分とはいかずともめちゃくちゃ薄くなってて、しかもめちゃくちゃ軽くなってるので、このキーボード自体もめちゃくちゃ軽くなってます、前より。なんで前のやつはこれとこれ持ったらもうめちゃくちゃ重いやんみたいになってたんですけど、はい、それがなくなりました。このキーボードと iPad だけでもうめちゃくちゃ軽い。いや全然13インチとは思えない重さですね。軽すぎる。なので今回の iPad Pro おすすめする人はですね、こう動画編集とか色とかめっちゃこだわる人、この画面がやっぱり綺麗だから、なんていうのかな、全然違うんですよ。もうここに浮き出してきてるような感じの印象を受けるこの OLED ディスプレイっていうのが、だからその映像のクオリティだったりとか画面の綺麗さっていうのを求める人は絶対買い替えた方がいいです。あと 3D やる人、多分これから増えてくるんじゃないかなと思うんですけど、その 3D レンダリングはやっぱデモとか見たんですけど、 M4 の処理スピードが圧倒的すぎて、もうなんか一瞬でレンダリングできてですね、本当にびっくりしたんですけど、そういうのをちょっと見越して次やりたいなって思ってる人は、iPad Pro がいいんじゃないかなと思います。でもう一つね、めちゃくちゃアップデートがあったのが Apple Pencil Pro です。Apple Pencil がアップデートされるのなんてもう何年ぶりっていう感じなんですけれども、4つですね。スクイーズって言って Apple Pencil の先ギュッとした時に反応がある。あとはペンの先を回転した時にブラシの形が変わると。あとは振動が起きます。あとファインド機能ですね。 Apple Pencil なくなる人も結構いると思うので、ファインド機能がついたという感じなんですけど、ちょっとねデモ機触らせてもらいました。まずこのペンを傾けるとこう、はいわかる。すごいすごい
でこのままおー、あ、そういうことね。これをツール切り替えるのもここじゃなくてギュッ、ここをあ、出てきた、あ、出てきた、あ、出てきた。これであ、こうか。むずいむずいむずい待って、あ、太くこれでこう、あ、これ慣れるのに時間がかかる。あ、本当だ本当だあ戻る時ですね、ギュッてして戻るが出てきた瞬間にこれを長押ししたままくるくる回すんですよ。そしたらこうやってどんどんなくなっていく戻るになるんですけど、この時にねここが振動してるの。こうピク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 って振動してます今。やばい、めっちゃ気持ちいい。ここがピクピクする、ピクピクすごいすごいすごい。プロクリエイト、これもホバーが全部効くのね。でギュッて押してリクイット、これ歪みツールですね。歪みツール押す。でこれをこうしながら押してみますね。こうしてこうしてこう、わかるすごい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 。えあーすごい、わわわわわわ、あ、すごい。これではい、これプロクリエイトドリームスなんですけど、これでパフォームね、こう動かすツールなんですけど、これで Apple Pencil でこうやってやったら回転すると。いきますよ。パフォーム押していくよ。こうしてくるくる、わかる？動きと回転が一緒に動かせる。あ、すごい。シュン。はい。あ、ほら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 。すごい回転してる。おー。あとグッドノーツ。これさ、ツールがこれあるでしょ。これツールがあるのをここで変えてもいいけど、ここでギュッて長押ししたらここホバーが出てるんですよ。でこれでこれにしたらもう書けると。でこれで選択ツール動かす。だからいちいちここを触らなくてもいい。すごい。はい、終わりました。イベント終了でございます。帰ってきました。今ここホテル、時間は23時21分でございます。アップルイベント終わりました。長かった。はい、最後のちょっと挨拶の動画とかをね、それ現場で撮りたかったんですけども、バッタバタで全然撮れなかったので、ちょっとホテルで最後撮ろうかなと思って回してるんですけれども、もう本当にすごかった。もう会場もそうだけど、新しい iPad が発表された時のこう燃え方というのかな、ゾワゾワゾワってなって、あと Apple Pencil とかが発表された時が結構ざわついてたというか、おーみたいになってたんですけれども、もうめちゃくちゃ感動しました。はい、あんまり期待してなかったんですよ、正直。もうこれ以上 iPad ってそんなに変わることないのかなって思ってたんですけど、いろいろ説明聞いてたらですね、今回のアップデートはやっぱりすごいっていうことがめちゃくちゃたくさんありました。ちょっとね、細かいことはまたね別で撮ろうかなと思うんですけど、今日はとりあえず皆さんにですね、現場感というか、あとちょっと実機とか触らせてもらったので、いろいろご紹介という感じでございました。私的に一番良かったのは Apple Pencil。もう完全に Apple Pencil、あれはやばいです
もう戻れないですね、あれ使ってしまったら。で新しい Apple Pencil は新しい iPad Pro と新しい iPad Air しか使えないんですって。だからもう皆さんですね、必然的に買うしかなくなってくるとは思うんですけど、でもそれでも絶対 Apple Pencil Pro は買った方がいいと思いました。もう興奮して多分今日は眠れないと思うんですけれども、はい、そんな感じで、今日は一日ね終了ということで、今回日本のインフルエンサーは平岡くんとあと大川くんが来てたんだけど、3人でなんかいろいろわちゃわちゃしてるのもすごい楽しかったし、ああでもないこうでも言いながらですね、あっち行ったりこっち行ったりしていろいろ実況を見ながら喋るっていうのがすごい楽しかったですね。でその様子はまたちょっと別で Vlog 撮ってるので楽しみにしといてください。それはそれでめっちゃ面白いと思います。はい、ということでね、今5月7ですけれども、帰ったら iPadMate Studio が20日にオープンということなので、もう工事が終わって、モニター入れたり機材入れたりとかっていうのが待ってるんですけれども、このロンドンの滞在時間はたった30ちょい時間ぐらいしかないというね、もう明日の昼には帰るっていうすごいスケジュールなんですけども、帰ったらスタジオを作って、あとは iPad の本もですね、5月の31日に発売でございますので、皆さんこのタイミングで新しい iPad が出て、新しい iPad 本が出て、新しい iPad Mate Studio ができるという、もう iPad 尽くしの5月でございますので、皆さん5月ね、これからもちょっと進捗キャッチアップをよろしくお願いします。はい、ということで今日はロンドン Apple イベントからお送りいたしました。バイバーイ。